バンドで演奏するときちゃんと周りの楽器の音聞こえてますか？自分の演奏に集中しすぎてちゃんと周りが見えていない、そんなあなた要注意です。原因はギターの習熟度や曲の理解度などと思われがちですが、実はもっと根本的で大事なとこ見落としております。ジャズギターの深淵へ。ニューヨークで体験した旋律のジャズ。初心者から簡単にウエスやパーカーのジャズを体験しよう。極上のフレーズとビバップの真髄を知るチャンス。LINE 登録で譜面配布まるぞ。動画見放題6キュッパ。個別 LINE 指導1ニッパ。予約受付中。君のギターが今生まれ変わる。ジャズで生活の彩りを。どうもこんにちは、ジャズギタリストレイダーゲです。ということで今日は演奏の解像度を強制的に上げる方法のお話をちょっとしていきたいと思います。タイトルやサムネイルでちょっときつい表現をしてしまい申し訳ございません。ですけどこれにちゃんと理由があります。音楽をやるみんなにしっかりしてほしい、本当に大事なことなんですね。なので今日やるテーマ、アンサンブル力というか耳の解像度ですね。これは教科書にも載ってないし、楽器のレッスンではほとんど教えてもらうことないと思います。でもこれアンサンブルや自分自身の演奏を劇的に変える本質的な概念です。心当たりありませんか？周りを聞こうとして必死に他の楽器を追いかけて演奏がバラバラになった。多くの人がここで言う聞くことを誤解しております。僕の場合ですけども、演奏中特定の楽器を追いかけるのではなく、全てのパートを同時に聴いています。聖徳太子ではございませんが、レイヤーとして全部一緒に同時に聴いているというか、アンサンブル全体を空気の振動を感じ取っているような感じ。皆さんが今思っている聴くっていうのと感じるっていうのの中間ぐらい。もちろん自分の楽器は集中して弾きますが、それと同時に俯瞰して全体を見て、他のパートの方がなんか面白いことやったな、突拍子もないことやったなって言ったら、そっちにすぐ反応できるように。なのでこういう感覚が各プレイヤー全体で一致した時、誰もわざと合わせにいかなくても楽器はピタッと重なるんですね。これが本当の意味での共通認識を共有するということです。ガツガツガね、こういうところが一緒だったりすると、みんな別々の楽器だけどもバンド内で同じ呼吸をしているというような、考えもできますね。ではなぜすぐこの感覚に至れないのか。例えば何か物事に集中していると他の周りの雑音聞こえませんよね。集中力が切れると一気にガーって、あ、こんなうるさかったんだみたいな経験ございませんか？科学的なアプローチになるんですけども、人間の生存本能として必要な音以外を雑音として遮断する仕組みですね。複雑な響きや空気感を記号に変換して処理してしまう。でそれでその裏にある生きた情報、必要な情報を捨ててしまっとる。なのでこれが耳の解像度が低い状態の正体です。でも安心してください。その能力も皆さん実は持ってるんですよ。例えばドレミの歌、メロディー歌ってくださいよ。はい、勝手にコード聞こえてきませんか？うっすらでも全然構いません。ドーナツの歌は一つの例ですけども、皆さん好きな曲歌う時、バックのコード鳴ったり、ドラムのニュアンス、例えば変なアクセント、ギターのリフとか、そういうのを勝手に意識して歌ってませんか？それは脳みそがその音楽を大切な情報として認識し、フィルターを外してるからです。なのでもう皆さんは解像度を上げて聴く回路をすでに持っている。ただこれが好きな曲でしか発揮されないっていうのがね、問題なんですよね。なのでこの能力を平常運転の演奏の中でも自由に発動できるように鍛え直す。これが耳の解像度を上げるトレーニングの核心です。僕は仕事柄ですけども、好きじゃない曲でももう常に聞こえてきます。ではこの解像度を上げる2つの方法。1つは一生懸命練習して、一生懸命バンドで演奏して失敗して、いろんな人からアドバイスをもらったりして自分から好奇心を持って学ぶ。これはね、すごい時間がかかる。もう1つの方法はもうどえらい簡単で、みんなやるべき。たくさん聞く。なんだいつもやっとるがねと。ただやみくもに聞いとったってかんよ。なんも意味あれせんがね。耳の解像度を上げるために脳のフィルターを無理やりこじ開ける必要があります。興味があるものに対しては自分からフィルターを開きますが、興味がないもの、一体どうしたらいいでしょうか？耳に違和感を与える。それはどういうことだと。はい。その一つが普段聞いている環境をあえて変えること。皆さん普段どういうもので音楽を聴いていますか？こういったAirPods、イヤホン、ヘッドホン、スピーカー、だいたいこんなもんですね。あとは生演奏毎日聴ければいいんですけども、そうはいかないので大音量で聴かないとステレオ
しっかり全体が鳴ってくれないと僕は思ってます。ジャズ喫茶とかはそうですわね。こういうのを家でなかなか聴けないと思います。なのでステレオコンポ家で過ごす分にはすごい便利ですよね。全体的にみんなで楽しめる映画館みたいな感じでとかね、いろいろあると思います。ですが音楽を聴くというところにポイントを置くと、全体をちゃんと鳴らしきれてない。で次イヤホンでもイヤホンです。低音もしっかり鳴ってくれない。いろんな音域がカットされてます。こんなちっちゃいスピーカーですからね。ちっちゃいしすごい便利。これはもう事実です。はい。で次ヘッドホンいかがですか。大きいスピーカーが耳元で鳴ってくれます。イヤホンより全体を捉えることができます。なので耳の解像度を上げるためにヘッドホンで聞くっていうのはすごい有効です。普段からヘッドホンで聞いてる人、あえて逆にイヤホンにしてください。そうすると必ず物足りなさや違和感を感じるはずです。その違和感こそが脳への強烈な刺激となります。もちろんイヤホンやステレオで聞いてる方も違和感を感じるはずです。それを耳がしっかりキャッチしてくれます。いろんなミュージシャンの方がレコーディングする姿、雑誌やテレビとか YouTube とかで見ていると思います。何してますか。耳イヤホンがベストならもうみんなイヤホンでレコーディングしてますが、ヘッドホンでしてるやっぱり明確な理由があるわけですね。だけどもヘッドホン大きいしかさばるしコードがあったりするしっていうなんかいろんな理由が皆さんあると思います。でそこでこのヘッドホンですよ。僕も正直ヘッドホン嫌いな理由たくさんありますが、このヘッドホン僕が嫌な理由全部解決してくれました。僕レコーディングでもう毎回このヘッドホンね嫌だなと思いながら正直つけてたんですね。理由はですね、なんかつけ心地がすごい悪かったり締め付けの問題とかあります。ワンオーディオでこれ見てください。このパンケーキみたいなこのふかふかの耳当て、締め付けね強いわけでもなくすごいフィットしてくれます。でしっかり遮音してくれますので、あとこの上のところもこういう感じでふかふかですごいつけ心地がいいです。でどえらい重いわけでもない。もちろんコードないですよ。でもミュージシャンとしてこれ絶対1個持っといた方がいい理由が他にもあります。この機械トランスミッターでここにあるオーディオインターフェースにつながっております。なのでギターをピッと弾いたらオーディオインターフェースからコードレスでここに送ってくれます。さすがにギターの音と遅れて聞こえるでしょと。これがワンオーディオのすごいポイント、低遅延。実際つけて弾いてみます。どんな感じだ聞かせろと。とりあえずアンプから出してみましょうか。実はねここの設備遅れがないと言ったら嘘になりますが、ほぼ気にならない。家でレコーディングするにはもう十分です。これのすごいところ、ここに穴があるよね。何のための穴かっていうと、これよくあるぐるぐるヘッドフォンのやつね。心配な方はここにつないで、これでさっきのところさせる。この大きいジャックのやつなら大きいジャックのやつねしかなかったり、これだったら大きいのとちっちゃいの、こういうパターンあるんですけど、これ逆もできるんですよ。細い方こっちに挿して太い方できる。なので変換がいらなかったりします。これならほぼないに等しい遅れも気にならなく、レコーディングできると。でトランスミッター、こんな感じリモコンみたいなね。でこれ C タイプでレコーディング充電できると。でこれも C タイプで充電できる。でここに超遅延モード、普通の Bluetooth モード、これは外で音楽聴いたりするときにね携帯からとかやるようですね。これ一つでいろんなことに対応できます。夜練習したいけどできないと生音でするよりはヘッドホンで耳からアンプからこれ低遅延でやってもらった方が練習になります。頭の中普段練習アンプからしたりね出したり練習したり演奏したりしてるので、これぐらいの遅れは正直頭の中で勝手に修正できます。気にしようと思えばいくらでも気にできますが、それ以外のギタリストとしてこっちのメリットすごい大きい。でなんだって個人的な感想ですよ。僕見ての通り赤好きなので、このね渋い赤大好きなんですよ。で黒赤大好きで、耳の中も赤。これ完全に僕の個人的なあれですけども、音質等々に関しては正直ねドンシャリがとかなんかいろいろ言うけども関係ない。
この動画を見てる人たち、演奏するのなんか楽器を弾くのは好きな人でしょ。なんとかヘルツがとかそういうところはエンジニアの人の仕事なのね。僕ら楽器を弾くミュージシャンね、楽器弾き、そうではなくて全体をちゃんと聴けるような耳を持つことが大事です。そのためのヘッドホン、正直言うと音質はいいです。なのでどれをとっても素晴らしいヘッドホンになります。でワンオーディオですね。スタジオ MAX2 ワイヤレスヘッドホン 9mm-S、 よくわかんないウルトラローレイテンシー超低遅延モードですね。ここにちょっとだけハイレゾにも対応しているので、ヘッドホンとして素晴らしいですね。こんだけ素晴らしい機能がついてます。ギタリストは絶対持っといた方がいいです。音も高音質です。アップルの AirPod も同じような値段だと思いますが、ここまでいろんな機能がついてないですよね。だけどあれはコンパクトで便利ですが、これ首から下げても普通におしゃれでかっこいいよね。これニューヨークで今毎日使っております。なのでギタリストの場合は AirPods もいいですけど、これ1台持っておくと本当にギターの練習便利です。この動画を見てくださった方、Amazon から 15% 割引のディスカウントあります。概要欄にいろいろ詳しく貼っておきますので、ぜひとも見てください。コードを口頭で言うと Bebop SM2 Studio Max2 ですね。全部大文字でやってください。コードの使用期限8月の31日ます。8月15日が僕の誕生日ですので、ぜひとも8月15日以前に買ってください。よくわかんないけど、夜中でも周りのお部屋を心配することなく、ギターの練習が夜中でも起きれることがなくできます。ということで、ミュージシャンとして耳の解像度のレベルを上げて、ギタリストとしてもレベルを一緒に上げていきましょう。ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて、楽しいジェズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひいいねボタンやコメント欄何か書き込んでいただければ大変励みになります。で、特になんとも思わなかったよって方がおりましたら、コメント欄に BebopSM2 とだけでもクーポンコード書いてみてはいかがでしょうか。ということで私レイダーゲ Facebook や Twitter、Instagram などどえらい低頻度でやっておりますけども、皆様友達申請していただいて、コメントで私レイダー家を少しなんか書き跡いじってみてはいかがでしょうか。ということで皆様日頃からいつも温かい応援大変ありがとうございます。CD の売れ行きも上々で、私レイダー家なんとも嬉しい毎日でございます。で、まだお手元にない方はディスクユニオンさんからご購入していただければと思います。ということで皆様最後にですね、スーパーサンクスなどをしていただけると、私レイダー家のテンションがただただ爆上がりしていきますので、そちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。